カピラボ。皆さんどうもこんにちは。すっぽんよりもすっぽんぽんが好き、かきさんです。さて、冗談はさておき、皆さんすっぽんってご存知でしょうか？ AMD の CPU を使ったことない人には馴染みのない言葉かもしれません。CPU 側にピンが生えたタイプで稀に起きる現象なのですが、CPU クーラーを取り外す際に、ソケットから CPU ごとスポッと取れてしまう現象のことを言います。動画のような感じに取れてしまうんですよね。この際、ピンが曲がったりソケットが破損したりします。これが世にも恐ろしいすっぽんという現象です。今回はそんな恐ろしい現象を根本から解決する素晴らしいものを紹介していきたいと思います。それはこちら、プロアーティストさんから販売されているすっぽん防止ブラケットになります。名称は AFE2っていうのかな？こちらになります。シュラウドさんの2番煎じです。彼がすでに配信と動画で紹介してるんですよね。正しい使い方はそちらで紹介されているので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておくのでそちらを見てください。では私は何をやるのか？そう、改造です。今回はこちらの使い勝手を良くするために改造を行っていきたいと思います。なぜそんなことをするのかというと、こちらは一部のサイズ製クーラーと、一部のノクチュア製クーラーにしか公式には対応してません。ぶっちゃけそれだと使い勝手悪いですよね。AMD にはこんなにいいリテンションがついてるのに使わないなんてもったいない。それこそ宝の持ち腐れ。しかしこの IFE2 というブラケットでは使用することができないんですよね。残念すぎる。シュラさんと一緒に配信をやってそう思ったので、今回は純正クーラーで使用できるように加工したいと思います。まあ、加工に失敗しても600円だしね。これならそこまで痛い出費でもないから、気軽に改造できますしね。それではまずはこちらを開封していきましょう。はい、中身といってもこれだけしか入ってません。使い方がわかりやすい製品だから、説明書とかも特にないですね。あれ？シュラさんこれ何でできているかわからないって言ってたけど普通に金属じゃん。薄い金属板ですね。手でも簡単に曲がりそうな感じ。取り付けはこの向きで行うんだけど、CPU が当たる側が少し出っ張っていますね。ここの部分、ここで CPU の基板部分を押さえつける感じなんでしょうね。CPU の上に被せてみるとこんな感じ。スポッと入るようになってますね。横から見てみるとこんな感じ。先ほど出っ張っていた黒い部分が基板に当たってるのが見えます。これによってすっぽんを防止するんですね。とても良い考えだと思う。なんで今までこういうのがなかったんだろう。PGA ソケットの歴史は長いはずなのにね。次から LGA になると言われている今更での登場。むしろ今だから出せるのか？知らんけど。そしてヒートスプレッダ部分がしっかりとブラケットより上に来ているのがわかりますね。こうじゃないと冷えないもんね。600円ですっぽんが防止できるんだったら安いもんだと思います。では早速マザーボードに搭載をしてみましょう。まずは CPU を乗せてロックをします。そしてブラケットを乗せるのですが、通常はこの向きで乗せます。ブラケットが浮くような感じですね。適合するクーラーを使うときはこの向きで乗せれば問題ないです。横から見てみるとこういう向きで乗せる感じですね。バックプレートとブラケットに隙間がある感じ。本来はここに CPU クーラー付属のカラーを入れます。バックプレートとブラケットの間ですね。しかし今回はこれを違う向きで使いたいと思ってます。逆さまにする感じですね。しかし、逆さまだとブラケットがバックプレートの穴に入らないし、CPU とブラケットの間に隙間ができてしまいます。これじゃ抜け防止の役割としては弱いしネジ締めができない。ということで、バックプレートにしっかりと入るように穴を広げていきたいと思います。それでは加工をやっていきましょう。まずはひっくり返しただけでは入らないので、ここの部分の穴の拡張をやっていきましょう。穴の拡張に使用するのはこちら。Amazon で購入した中華リューターを使用していきます。これ中華製だけど意外と使えるんだよな。削ったら鉄粉も出るので、段ボールの中でやっていこうと思います。目の保護のために保護グラスは絶対した方がいい。早速拡張していきましょう。こんな感じでがっつりと拡張していきます。ちょいちょいバックプレートと現物合わせをしながら拡張。まだはまらないな。結構がっつり削ってしまっても大丈夫そうですね。はまりましたね。こんな感じで全部の穴を削りました。
現物合わせをしてみたんだけど、かなり穴を大きめにしないと厳しいかも。もうこうなったらとりあえず片方を切り飛ばしてしまいます。この部分ですね。ね、保護メガネは必要でしょ？絶対した方がいいです。とりあえず替え刃があったので交換して続行。先ほど飛び散ったけど贅肉が守ってくれました。太っててよかった。とりあえずこんな感じで削っておきました。こっちはもう少し穴の拡張が必要かもしれない。ヤスリでもう少し削っておきました。で最終的にはこんな感じ。あの後試行錯誤しましたが、結局両側を切り飛ばしました。これじゃないとはまらないんだよね。まずはこれで組み込んでみたいと思います。取り付けをしてみるとこんな感じ。しっかりとはまるぐらいまで削ったので、問題なく取り付けはできそうです。しかしこの向きでは CPU とブラケットの間に隙間ができてしまいます。こんな感じではまっているんですが、やはりブラケットの出っ張ってる部分の高さがあります。CPU のヒートスプレッダより高くなってるからダメだね。となると、やはり正しい向きで取り付けられるように加工するべきか。となるとやるべきことは一つ。この部分を逆さまに折り曲げて無理やり取り付けできるようにしていきます。多分それが一番楽だと思う。ということでペンチで折り曲げて加工をしてみることに。綺麗には曲げらんないだろうけど、多分ある程度の形にはなると思う。力を入れてみると意外と簡単に曲がりましたね。こんな感じで一通り曲げていけばいいか。マザーと現物合わせをしながら微調整をしていきます。できるだけガタが出ないように確認をしながらですね。もうちょっと曲げが必要か。最終的にこんな感じでまとまりました。しっかりはまってるしヒートスプレッダーもちゃんと出てる。これで大丈夫ですね。ちょっと曲げた部分はいびつですが、まあ問題はないでしょう。これならおそらく純正クーラーも取り付けられるはず。一点気になるのが、ブラケットにコンデンサが若干干渉してるところ。このままではショートしてしまうので、ブラケットの足に絶縁用に角トンテープを貼っておきました。こうすれば多分ショートも大丈夫でしょう。こんな感じで貼り終わったら OK。あとはリテンションを取り付けるだけですね。まずはブラケットを乗せて、リテンションを取り付けたら作業は終了。結構しっかりと取り付けはできたんじゃないかな？隙間もないしこれだったら平気そう。それではこの状態でテストをしていきましょう。今回はリテンションに簡単に付けられるライゼン7のリテールクーラーを使用していこうと思います。こちらは未使用品なので、ガムのように粘着力が強く硬いと言われる純正グリスが付いています。もちろん今回はグリスはこのままで装着をしていきます。装着はこれで OK。ブラケットを取り付けた状態でしっかりと装着できました。折り曲げて少し加工するだけでリテールでも使える。この状態の方が絶対いいですよね。まあ、マザーボードによってチップコンデンサーの位置とかが違うからなかなか難しいんだろうけど、ブラケットの下に薄いゴムワッシャーなどを入れることで対策のやりようはありそうな気がする。絶対この向きで販売してくれた方が売れるよね。この向きなら多分どんなクーラーにでも使える。ということで、せっかくなのですっぽんをしないかテストしてみたいと思います。グリス密着のために30分程度重しを乗せておきます。しばらく時間が経ったのでクーラーを取り外してみましょう。今回はクーラーの留め具を取り外して、そのまままっすぐ思いっきり引き抜いてみたいと思います。それでは思いっきり引き抜いていきましょう。さて、どうか。はい、まあもちろんこうなりますよね。物理的に外れようがないので、もちろんすっぽんしません。このブラケットは純正で付けてもらいたいよね。そしたら AMD 唯一の弱点がなくなると思う。まあ、もう今更かもしれないけど。ということで今回は AFE2 というブラケットを加工して純正クーラーでも使用できるようにしてみました。AMD 純正の靴底にへばりつくガムのような純正グリスでも無事使用することができました。てかこのグリスの粘着力強すぎるね。とりあえずテストしてみましたが、このブラケットは加工しないとしてもめちゃくちゃいいものだと思う。対応するクーラーを使ってる人は、絶対に買いだよね。1すっぽん数万円を600円で回避できる。そう考えたらめちゃくちゃ安いと思う。むしろなぜ今まで発売されなかったのか、もしかしたら少し闇が深いのかもしれないね。さて、今回はこちらの商品を使いましたが、600円だから2つ買って、普通に使うのと加工用にするのもありだと思う。ということで、今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。
あ、おつまみの撮影忘れてた。雑談配信に参加したら時間なくなっちゃったし。